ようこそ裏路地へ。このチャンネルでは古今東西で語られてきた神秘業を中心に、その奥に潜む構造や意味を分かりやすく紐解いていきます。信じるかどうかはあなた次第。ただし知ってしまったら元には戻れないかもしれません。では今夜の話へ。喉の奥に隠された不老不死のスイッチ。禁断のヨーガの秘法。アムリタをあふれさせる技法。オータル・ムドラーの定義。ヨガの深淵なる世界において、あまたある技法の中でも王として君臨する印が存在します。その名はケーチャリー・ムドラーと呼ばれ、肉体と精神の境界を超越するための最も神聖な鍵とされてきました。ケーは空間や空を指し、チャリーは動くこと、あるいは舞うことを意味しています。すなわち、このムドラーを習得した者は、個人の意識という狭い殻を破り、無限の虚空へと羽ばたく力を得るのです。古来、ハタヨガの修行者たちは、この技法を何よりも大切に守り抜いてきました。それは単なる肉体的な訓練ではなく、生命エネルギーであるプラーナを完全に制御し、死の恐怖さえも克服するための最終奥義であったからに他なりません。聖典に記された歴史と定義。この秘法について最も詳しく論じているのは、15世紀頃に編纂されたハタヨガプラディーピカーという経典です。そこにはケーチャリーに勝るムドラーはなく、これを行う者は病や老化、さらには時間の支配からさえも逃れられるといった驚くべき記述が並んでいます。また、別の重要文献であるゲーランダ・サンヒターにおいても、この技法は宇宙のエネルギーを体内に留めるための思考の手段として位置づけられてきました。修行者たちが何年もの歳月を費やして挑んだのは、舌を喉の奥にある鼻孔の入り口へと挿入し、上部から滴り落ちる神秘の液体を受け止めるためだったのです。アムリタの伝説、神々の甘露と死の克服。インド神話には、神々とアシュラが不老不死の霊薬を求めて海をかき混ぜる入海攪拌という物語が伝わっています。ここで得られた究極の甘露こそがアムリタであり、ケーチャリー・ムドラーはこの聖なる雫を自らの体内で生成し、摂取するための技法とされます。私たちの頭頂部にあるビンドゥと呼ばれるポイントからは、常にこのアムリタが滴り落ちていると考えられています。しかし、通常は喉を通って腹部の消化の火に焼き尽くされてしまい、その恩恵を授かることは叶いません。そこで修行者は、舌を反転させて喉の奥を塞ぐことで、貴重な甘露をせき止め、自らの全身へと循環させる工夫を凝らしました。この循環こそが、肉体をダイヤモンドのように強固にし、精神を永遠の静寂へと導く源泉となるのです。肉体的な準備と舌の変容。ケーチャリー・ムドラーの完遂には、通常の身体能力をはるかに超えた舌の柔軟性が求められます。古の修行者たちは、ターラビアクリアーという予備的な訓練を行い、数ヶ月から数年をかけて舌を伸ばし続けました。具体的には、舌の裏側にある小体という筋を、熟練した師の指導の下で極めて慎重に、少しずつ処置していく過程が含まれます。これによって自由を得た舌は、喉の奥深く、軟口蓋を越えて鼻孔の空洞へと到達することが可能になる仕組みです。ただし、このプロセスは単なる外科的な処置を目的としているわけではありません。舌を奥へ差し込む行為そのものが、脳幹に近い神経層を直接刺激し、日常では決して開かない意識の扉をノックする儀式でもあったと言えるでしょう。身体的効果、ホルモンと脳の覚醒。現代の科学的な視点からこの技法を分析すると、非常に興味深い事実が浮かび上がってきます。舌が接する喉の奥の上部は、解剖学的に見て視床下部や下垂体といった生命維持の根幹を司る部位に極めて近い場所です。この領域を刺激することで、セロトニンやドーパミン、
さらにはメラトニンといった重要ホルモンの分泌が劇的に変化すると指摘されています。修行者が体験する深い恍惚感や睡眠を必要としなくなるほどの活力は、こうした生理学的な変化に裏打ちされているのかもしれません。また、深い呼吸と連動して行われるこのムドラーは、副交感神経を極限まで優位にします。その結果、心拍数は劇的に低下し、代謝が最小限に抑えられることで、冬眠状態に近い超長寿の肉体が作り上げられていくのです。精神的変容、サマーディへの到達。ケーチャリームドラーの真の目的は、肉体の健康を超えた精神の下脱にあります。舌が鼻孔の奥に定着し、アムリタの滴りを感じるとき、修行者の内側には光が溢れ出し、宇宙との一体感が訪れると言い伝えられてきました。この状態では、五感による外部の刺激は完全に遮断され、意識は内なる無限の空間へと没入していきます。これこそがヨガの最終段階であるサマーディ、三昧であり、コガという幻想が消え去る瞬間です。古の聖者たちは、このムドラーを行っている間、思考が完全に停止し、時間という概念そのものが消滅すると語っています。一瞬が永遠であり、永遠が一瞬であるという真理を、彼らは自身の肉体を通じて証明し続けてきました。偉大なる士たちのエピソード。歴史上には、ケーチャリームドラーを完全に体現したとされる伝説的な修行者が数多く存在します。例えば、19世紀の聖者ラヒリマハサヤは、この技法をクリアーヨガの中核として位置づけ、多くの弟子たちにその重要性を説きました。また、現代においても、インドのヒマラヤの洞窟などで数十年もの間、飲まず食わずで瞑想を続けるヨギンたちの姿が報告されています。彼らの生命を支えているのは、外部からの栄養ではなく、ケーチャリーによって生み出される内なるエネルギーであると言っても過言ではありません。こうしたエピソードは、単なる迷信として片付けるにはあまりに具体的であり、人間の潜在能力が秘める底知れぬ可能性を私たちに示唆しています。現代における意義と結び。現代社会において、この過酷な秘法を完全に再現することは決して容易なことではありません。しかし、ケーチャリームドラーが象徴するエネルギーを外に漏らさず、内側で循環させるという教えは、ストレスにさらされる現代人にとっても大きなヒントとなります。意識のベクトルを常に外側の情報や欲望に向けるのではなく、自分自身の内なる深淵へと向けること。それこそが、古の知恵が現代に送る最も価値あるメッセージではないでしょうか。舌を巻き、静寂の中に身を置くという行為の先には、私たちが想像もできないほどの豊穣な世界が広がっています。ケーチャリームドラーの物語は、肉体という名の神殿の中に、まだ見ぬ至福の源泉が隠されていることを、今も静かに語り続けているのです。というわけで本日はこれにて終了とさせていただきます。このチャンネルでは今後もその奥にある構造や意味をわかりやすく紐解いていきます。知的な面白さを届けたい。信じるか否かを超え、世界を新しい視点で捉える見えない地図をこれからも広げていきたいと思います。今回の動画であなたの内側に何かしらの気づきを感じていただけたらぜひ高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。それではまた次回裏路地でお会いしましょう。